公開1ヶ月前、スタッフとマスコミが招待され、ラブ&ポップの試写が行われました。渋谷川のラストシーンに拍手が起こりました。地味にビデオとかで撮ってるやつが割と画質がやっぱり僕もこの映画作りに参加できて本当に良かったと思いました。ランクインの2週間前、脚本の打ち合わせがありました。最後に宮古島に行って、その閉塞感から解き放れたその開放感が女の子たち出んのかなっていう、親父的に言うとですよ、若い子に言わせりゃそんなもんなんで下手かになってね、それは言っちゃえば砂浜は気持ちいいわけだし太陽はいいわけだしっていうことになるかもしれない、関係なしと思うんだけども、なんか見てる人間、南の島でのラストシーンが問題となっていました。お前らそんな援助交際で得た金で何そんなに飛び跳ねてんだよ、ふざけんじゃねえよっていう感じになんか見られないかなって心配。要は僕らの中に女子高生のリアルを自分の中に持ってないんで、最大の問題点なので、いやそれはなんか慌てて取り込んでいかなきゃいけないんですけど、取り込んだものをなんか加工せずそのままストレートに出せばいけるかなというのはあるんですけどね。こうして撮影は始まり、あっという間に終わろうとしていました。東京での厳しい撮影を乗り越えた僕たちは重たい機材を抱え2泊3日で南の島にやってきました。問題のラストシーンを撮影するためでした。最後は女子高生と南の島に行って終わりたいと脚本が上がる前から監督は考えていたようです。制服がかわいそうでもうわ気持ち悪い、うわ気持ち悪い。ここではラストシーンだけではなくオープニングのモンタージュも撮影されました。撮影は順調でした。夕暮れ前、ビーチでラストシーンの撮影のためスタッフが集まりました。幅目の4人の映像が美しい35ビスタになる、フィルムのありがたみを感じる曲と台本に書いてあります。監督もいつになくご機嫌です。女の子たちも南の島の開放感からか若い体を惜しげもなくさらけ出しています。とても綺麗でした。ところでこのラブ&ポップは映画といってもこれまでは全編家庭用のデジカムで撮影されていました。いくぞー、よーいドーン。このラストシーンが最初で最後のフィルム撮影です。カット戻って、こっちが先行して戻って、すべて順調でした。
申し遅れましたが、私カメラアシスタントの佐藤と申します。わかりました。まだ揺れてないの？あ、まだ学校を出たばかりで現場の経験があまりありません。現場は時間との戦いで殺気立っていました。ルパごめんくれる？佐藤、ロールチェンジャーがやってる暇ないんだよ。いいんだそんなのは。慣れないフィルムチェンジに手間取りました。カメラマンの柴西さんが睨みつけてます。佐藤、ロールチェンジャーがやってる暇ないんだよ。カランカラン。慌てて殺済みのフィルムを砂浜に落としてしまいました。監督は「いいっすよ、また明日撮ればいいっすから」と言ってくれました。夕日がとても眩しかったです。夜打ち上げと撮影を兼ねたバーベキューパーティーがありました。監督は超ご機嫌でした。これまでのクールな態度が嘘のようなはしゃぎっぷりでした。2日目朝4時、日の出とともに撮影はスタートしました。とても爽やかな絵を撮っていました。水中撮影もうまくいったようです。すべてが順調に進んでいました。しかしまたやってしまいました。佐藤、ロールチェンジャーがやってる暇ないんだよ。焦ってフィルムを海に落としてしまいました。それが原因でひろみさんが落ち込んで笑えなくなってしまって撮影ができなくなりました。すべて僕の責任です。夕日が撮れるのはこの日が最後でした。女の子たちに謝ろうと思いました。女の子たちは疲れ切っていました。特にひろみさんはひどく落ち込んでいました。もうだったら遊ぶしかないでしょ。まあ遊んでらっしゃいもんゲーセンでガーッとしかないでしょ。もうストレス発散ぐらいもう歌いまくって。夕食後、監督と南里さんが話し込んでいました。救われたくないなっていう気持ちはあったから、ただそれになんかその70年代の報道アイドルポップスみたいなのをかぶせて、ある種のなんか破壊を試みるっていうことだったから、まあそれはそれでいけるかなと思ってたけど。豆飲んでましたね。何にもしょうがないもん。正直ね、俺ハグがいいんですよ。この曲はハッピーはハッピーの好き。世界中ね、どこでも愛をあります。いや、どうしてくれんの？
いやでもね、多分ね、安野さんはね、ヒロミが海で楽しくしててもね、それを見たらね、現場でその場で見たらそうはしたくないって思うんじゃないの。エンディングはそれなんですよ。こうはしたくないっていうシリーズでやる。いやでも俺それ我慢できないような気がするな。それはそれでいいんですよ。我慢できない。いやそれは自然に我慢できないことですよ。ああもう我慢できんって。でそれで壊れるのは僕はいいと思うんですよ。それは自分の中でなんか原因が起こって自分で壊すわけです。これは外的要因で壊れてることなので、なんか僕の中ではこれは計算外のことがもう話にならない。いやこれは俺が壊すよって思うんですけど、人がなんか横からガラガラとっていう感覚です。じゃあ壊れたものは壊れたと置いといて、もう急いで別の可能なものを積み直さなきゃいけない。それでいてそれを壊大丈夫なの？女の子たちは寝ちゃうんじゃない？寝ちゃでいいですよ。撮ります？なんか寝させた方がいいかな。中心しよう。やめた。壊れた。単なる風。昔に地味で暗い芝ですって言われたんですよ。ところで僕を叱りつけていたこの柴西さんですが、ジミー本当はいいさんと人です浜田さんからもっと明るくしろよって言われてセーターをもらって赤系統のセーターをもらって派手にしてくれって言われたんですよ。結局明日ラストシーンを撮り直すことになりました。過激な代替案として渋谷川を水着でというのも出ました。やってみます。黒川、ヒロミがいい顔してないからトランストムやエスブラウンが壊れてる。確かに渋谷を水着で走らせるっていうのはあれかっこいいですけどね。いやかっこいいと思うんだけどさ、うん、最初からそういう台本になってればいいけどさ、今はそれを奴らに理解させるっていうのはね、とても無理だと思うんだよ、とりあえず問題は先送りして何里は寝る体制にありますよいしょ。監督はキラリさんのパンチラを見ていました。1回しかやらないから。もちろん。最終日、現場が緊張感に包まれました。笑うなよ絶対。女の子たちも真剣です。次、失敗したらもう生きていけない。僕の緊張もピークに達していました。用意スタート。ここから先のことは覚えていません。気がつくと撮ったばかりのフィルムを持って走っていました。なぜフィルムを奪って逃げたのか僕にも分かりません。ただガムテープが腰で揺れて空はきれいな青でした。
こうやって僕は南の島のフィルムすべてを抹殺しました。ロケは終わりました。雲が鳴いていました。これではあんまりなので、予備で回しておいたビジコンの映像をドキュメント班に渡しました。渋谷川のラストシーンで拍手が起こりました。僕もこれからもっともっと頑張って立派な映画人になろうと思いました。終わり。